死を宣告された時にあなたはありがとうなんて言えますか？遡ることおよそ28年前の1993年7月2日、マレーシア・パハン州、政治家のマズラン・イドリスは呪術師モナ・ファンディの家を訪れました。マズランの目的は政界での出世、巷で評判の呪術師モナに祈祷してもらうことで次期首相の座を狙っていたんです。モナはマズランをベッドの上に寝かせると、目を閉じてと語りかけます。モナに言われるがまま目をそっと閉じたマズランはまだ気づいていなかったんです。まさに今彼めがけて斧が振り下ろされていると。現代の呪術師モナ・ファンディが起こした殺害事件。モナはなぜ死刑宣告を受けてありがとうと言ったのか。そこにはモナの歪んだ欲望があったんです。オーソス、おばあちゃんのジンギスカン食べたいよ、ケンちゃんです。紫の特級呪術師ヤミヤミコです。ニン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 。本日皆様にご紹介するのはマレーシアの女呪術師モナ・ファンディについてなんです。呪術師が殺人事件っていうなんかワードだけでも相当うさんくさいんだけどさ、うさんくさい。死刑決まってありがとう、何がしたかったのこの人。僕はこの話を聞いてね、モナにとって殺人っていうのは手段でしかなくてね、極端にね、ある願望がね強かったんじゃないかって思うんですよ。ある願望。マレーシアの呪術師モナ・ファンディ。遡ることおよそ28年前の1993年、マレーシア半島で最大の面積を誇る州パハン州が今回の舞台。モナ・ファンディはパハン州で夫であるモハマド・アファンディ・アブドゥル・ラフマンと2人で生活していました。名前長えな。モナたちの職業は呪術師。モナが呪術師として活動し、モハマドは彼女のサポート役をしていました。日本では呪術師という言葉はあまり馴染みないかもしれませんが、マレーシアでは呪術信仰が現在でも農村部を中心に根強く残っているんです。マレーシアの呪術師はボモと呼ばれ、クライアントの仕事での出世や病気の治療を祈祷するのが主な業務なんです。マレーシア国内でもこの非科学的なやり方を批判する声は大きいものの、依然として信仰療法士や霊媒師、呪術医といったボモに関連する職業が実在しているんです。ちょっとうさんくさいかもしれないですけどね。実際2014年に航空機が行方不明になる事故が発生した際には、ボモがクアラルンプール新国際空港に駆けつけて祈祷の儀式を行っているんです。モナもこのボモとして呪術師を生業としていました。モナが主にターゲットにしていたのは政界での出世を狙う上級政治家たち。モナの祈祷が本当に功を奏したのかはわからないんですが、モナは政治家たちの間で人気の呪術師だったんです。モナは彼らを相手に出世が叶うとされるお守りを売りつけたり、祈祷の儀式を施したりして大儲けしていたんです。特にモナのことを信頼していたのはマレーシア連立政権の一角を占める政党、統一マレー国民組織、通称 UMNO。 めちゃくちゃ怪しいな。 UMNO の政治家たちから高額なギャラを受け取っていたモナ夫妻は複数の高級マンションや高級車を保有していたと言われています。まさにすごい絵に描いたようなセレブじゃないこの人。もうなんか権力者とかでも上の人ってすごい占い信じて占い頼りにするとかっていうイメージもあるから、そこら辺で稼いでたのかしらね。まあなんか霊的なね、政治のねこうアドバイスをするっていうところで、結構政治家からね人気を博してたんです。今回のね事件となってね、マズラン・イドリスも UMNO のね上級政治家であってね、彼女のねお客さんだったんですよ。めちゃくちゃ乗客じゃない。そうなんです。なんで殺す必要があるの。それはね、犯行時のねモナの行動を見ると分かってくるんです。目を閉じて。1993年7月2日、UMNO の政治家でありパハン州の衆議院議員を務めていたマズラン・イドリスは巷で評判の呪術師モナの元を訪れていました。マズランを出迎えたのはモナと夫のモハマド・アファンディ、そしてアシスタントのジュライミ・ハッサンの3人でした。マズランの依頼は政界での出世を願う祈祷。マズランは次期マレーシア首相の座を狙っていたと言われています。モナはマズランのためにあるものを見せました。それは杖と帽子とお守り。いかにも魔術っぽいうさんくさい3つのアイテムなんですが、実はこれらのアイテムはかつてのインドネシア大統領スカルノ氏が持っていたと信じられていたものなんです。モナはこの三種の神器を身につければ誰でも無敵になれると説いていたんです。うさんくせえな。首相の座を狙うマズランにとってまさに喉から手が出るほど欲しいもの。もちろんモナがタダで譲るわけはありません。手厳しいな世間は。モナは三種の神器の対価として250万リンギット、日本円にしてなんと6643万円を請求。もう絶対買っちゃダメこれ。マズランはまず50万リンギットをモナに支払い、残りの支払いのために土地の所有権も手放したそうなんです。やっちゃった。祈祷6643万、信じられないんだけど私な。それがね、それだけねモナのことをね信じてたんですよ。
うんだらやってたら6643万。私だってやるわよ。まあ我々もね、逆に言うとその効果がないって証明もできないですからね。まあ、難しいですけどね。まあ僕絶対やんないですけどね。支払いの手続きが終わるとモナはマズランに移動するように言いました。それでは祈祷の準備を行いましょう。マズランの運気をさらに高めるため、これから儀式用の部屋に移動します。マズランを予定通りの部屋に案内したモナはマズランをベッドに横たわらせ、部屋中に祈祷に使う花びらを降らせました。モナはマズランにこう囁きます。これからあなたの元にお金が降ってきます。さあ目を閉じて。絶対閉じない。もう俺絶対閉じないわ。すっかりモナを信じきっているマズランは、モナが金運を呼び寄せてくれると信じてゆっくりと目を閉じます。こうして完全に目を閉じたマズランの頭上に降ってきたのは斧。なんでやねん。アシスタントのジュライミが振り下ろした斧がマズランの頭部を一刀両断したんです。モナたちは事前にこの殺害計画を打ち合わせていました。さらにモナたち3人はマズランの遺体をバラバラに解体し、自宅の近くに掘った穴に埋めて隠蔽したと言われているんです。この凄惨な事件を引き起こした直後、モナが行ったのは豪遊。モナはマズランから奪い取った資金をすぐさま高級車メルセデス・ベンツの購入資金や自分の整形費用に費やします。そしてこの強欲で凄惨な殺人事件は数日後に公となったんです。だろうな。実はモナのアシスタントで実行犯だったジュライミが別の事件がきっかけで警察に逮捕されたんです。ジュライミの犯した罪は薬物利用。やっぱろくなやつじゃない。薬でハイになっていたジュライミがマズランの事件のことや遺体の隠し場所についてあっさりと警察に全て話してしまったんです。そしてモナと夫のモハマドはジュライミと共に殺人の罪で即逮捕。こうして逮捕されたモナはマスコミのカメラの前で満面の笑みでポーズをとっていたんです。怖っ。なんで笑ってんの。何、捕まったけどお金は入ったから笑顔ってこと。いやまあそこがねよくわかんないところで、逆に殺さなかったらね、200万リンギットのお金回収できたはずなんですけど、なんでこんなね結局殺してなぜさらに笑顔なのかっていう不思議ですよね。そうよ、また依頼もねもらえたでしょうし、その後、モナのね笑顔に関してですね、世間の人々はね、笑顔の意味も驚きだったんですけど、さらに驚くべきことに、なんと国民のね人々モナの顔をどっかで見たことがあるというんです。意外な前職。政治家を相手にした超売れっ子だった呪術師モナ・ファンディ。実はモナは最初から呪術師として働いていたわけではないんです。モナの元々の職業、それは歌手だったんです。ね、そこ歌手。しかもモナ・ファンディという名前は芸名であり、本名はマズナ・イスマイール。マズナ名義だった頃から歌手を目指していたモナは自分のファンであったモハマドと結婚。夫の名前モハマド・アファンディに触発されて、モナは次第にモナ・ファンディと名乗り始めました。そしてポップスターを目指して夫婦で活動開始。ダイアナというタイトルで自費でアルバムを売ったり、ダンサーの仕事をやってみたり、モナとモハマドはとにかく芸能界で生き残るべく必死で活動を続けたんです。そんな2人の営業活動はやがて実を結び、いくつかの音楽番組の出演にこぎつけたこともあったそうです。しかしなかなか成果が出ず、モナがポップスターとして天下を取る夢は数年で挫折してしまったんです。そんなモナがセカンドキャリアとしてたどり着いたのが呪術師という職業だったんです。なんでやねん。だからなんかモナとモハマドってなんか名前がちょっと似てんのね。それはちょっとよくわかんないですけど、マズランをね殺めたね裁判の結果なんですけれども、なんと3人とも死刑、そしてね絞首刑による死刑なんです。そしてねそれをこう伝えられたねモナはね、なんと笑顔だったんです。意味わかんない。ハモっちゃったね。 I will never die。逮捕後、報道カメラの前に現れた犯罪者モナ・ファンディ。大人気呪術師からの転落人生にモナが悲壮感を漂わせていると思っていた人々は、テレビに映ったモナを見て困惑したんです。なぜならテレビに映し出されたモナはカメラに向かってポーズを取りながら満面の笑顔を見せていたんです。もう怖いよ。別の日にはタレントさながらの奇抜なドレスを着て現れたことも。めちゃくちゃ調子乗ってるじゃん。いかにもハッピーな様子のモナの姿はあまりにもセンセーショナルすぎてマレーシアに衝撃を残したんです。そしてモナの奇妙な様子は法廷でも健在でした。裁判の結果、死刑を言い渡されたモナはこのような言葉を残したと言われています。私は幸せです。マレーシアの人々にありがとう。死刑宣告されてそんな幸せそうな顔するって、死にたかったってこと以外考えられないじゃない。もう意味わかんないですよ。このね事件をきっかけにね、モナはね自分史上過去最高に有名になっちゃって、メディアの方からね彼女をね求めてくるね、国民のなんか人気者みたいな、もうよくわかんない状態になっちゃったんですよ。まあ本当にね幸せかっていうとね、僕は違うと思うんですよ。彼女は演技性パーソナリティ障害だったんじゃないかって思うんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、
注目されたいという気持ちが過剰すぎるがゆえに、周囲の人たちや社会とうまくコミュニケーションが取れない状態のこと。演技性パーソナリティ障害の患者は継続的に注目の的になることを求め、注目を引きつけるために派手な服で行動したり、自分を目立たせるために変わった行動をとったりするんです。逮捕後の奇抜な服装やカメラを向けられて喜ぶモナの様子は、演技性パーソナリティ障害の症状のように見えます。モナが幸せですと言い、人々に感謝したのは、マレーシア中の人々が自分に注目していたからではないでしょうか。まあ一つね、誤解しないでほしいのはね、彼女はね、演技性パーソナリティ障害だったから罪を犯したっていうことではないと思うんですよね。逆にね、犯行後に遺体を隠してるところとかも含めて、バレちゃって、それがきっかけで演技性パーソナリティ障害になったんじゃないかっていうね、まあちょっと細かいんですけどね、そういったことだと思うんですよね。この奇抜な発言からさらに時間だけが経った2001年11月2日、ついにモナの死刑が執行されました。モナが死の直前、最後に残した言葉は I will never die。直訳で私は永遠に死なない。彼女の謎めいた行動や言葉の真意が本人から語られることはなく、全ては不明のままモナは死刑に。そして法改正に伴い、モナ・ファンディはマレーシアで最後の死刑囚になりました。2006年にはモナ・ファンディの事件を題材にした映画ドゥクンが制作されたんですが、マレーシア政府の指示で12年もお蔵入りに。2018年にやっと上映が解禁されたんです。 I will never die。 遺言としてそう言い放ったモナ・ファンディの悪評は今後も世界に残り続けるでしょう。メオさん、この間ね、パーカー再販したんですけど、なんと2、3日でもう全部売り切れてね、すごい勢いだったわよね。 SNS でもね、いろいろ Twitter とか Instagram でみんな着た姿投稿してくれて、なんかモデルさんみたいな方いなかったら投稿してくれてたから。そうっすね、もうみんなモデルだと思うんですけど、まあただね、もう第2弾も売り切れちゃったんですけど、僕らはね、まだまだね、こう欲しいという声にお答えして、なんとですね、再々販決定しました。第3弾というわけでね、概要欄もしくは固定コメントにあるね、アルゴメトリーのね、インスタもしくはブランドのサイトからね、ぜひ見ていただければと思うんですけど、ぶっちゃけね、無理して買わなくていいです。無理して買わなくていいです。そこのあなたが動画を見てくださることだけでも嬉しいんで、というわけでね、引き続きアルゴメトリーをよろしくお願いします。